はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。前回終わったと思った鋳造ですが、あの後次の作業に移ろうとよくよく調べてみたら残念ながらダメでしたね。はい、ここは通ってます。こんな感じで普通に通りますね。こっちもまあ通ります。はい、こっちもまあ通りますね。問題はここなんですよね。こっちだけがギリ通らなかったんですよね。細いコードぐらいなら通るんですが、もうそれ以上のものは通らない。こちらの壁の方でなんか詰まってますね。ここら辺でなんか詰まってる感じです。というわけで鋳造はもう一回です。というわけでCNC の部分はもうささっと終わらせて形になってます。とりあえずは裏面だけまず漆喰を塗っとくんですよね。そうすると多少は良くはなると。これは前回でも分かったことなので同じように処理していきます。あとは砂の詰め方ですね。まだ前回で不十分だったので、さらにギチギチに砂を詰められるように準備していきます。この漆喰塗らないパターンは海外の動画見てるとあるようですが、塗ってるパターンやっぱ一番多いですね。漆喰ではないんですけどね、海外の専用のものがあるみたいです。これで OK と。よし。パイプの内側になる部分に漆喰を塗り終わったら木工用ボンドで貼り合わせていきます。パーツの貼り合わせですが、できるならグルーガンの方が調子が良さそうです。ただ今回のように面積が大きいとグルーガンでやると途中で固まってしまうので木工用ボンドを利用しています。あとは湯道をつけていきますが、湯道は前回が良かったのでそのまま踏襲していきます。これで漆喰を塗る準備ができました。漆喰は塗る前によく混ぜ合わせておきます。これで塗れるだけ塗って乾燥後に砂を入れてみますね。漆喰を塗った後は砂をまぶしておきます。漆喰が乾いたので埋没していよいよ鋳造ですが、今回はとにかくパイプ形状の中に砂がきちんと入ることを優先して砂を詰めていきます。途中でバイブレーターを入れて振動を与えてみたりしながら、とにかく隅々まで砂が入ること、それが大事だと思いますね。
はい、これが今回の1回目。まあ見ての通り失敗です。単純に湯の量を目測誤ったっていうのが大きな理由ですね。こっちは先に漆喰を入れて砂入れて、なるべく初期段階で満たした方ですね。でもここ見ると分かるように内側に入り込んでる金属があるので、やっぱりダメですね。これは湯が回りきったとしてもダメでしたね、多分。こちらが2度目、今回2個目のやつですね。完全に全部貫通してます、今度こそ。はい、ピンクのチューブ、こっちから入ってこっちにちゃんと抜けてますね。で、ここも当然、ここは問題なく抜けるんですよね、いつも。ここも大丈夫。で、こっちですが、はい、こっちもこんな感じで問題なく抜けてますね。都合4回ですね。4回なんとか成功まで来ました。過去3回の失敗はこの4回目のためのステップとなったので、無駄ではなかったと言えますね。じゃあ、あとはこれを仕上げていきます。一応これで OK なので、まずはキャブをくっつけられるようにしないとですね。フライスでの作業となります。鋳造品なのできちんとした原点は出せませんが、とりあえずプラスマイナス 0.1 ぐらいまでは許容範囲と考えています。両面のフラット加工ができたら、あとは穴開けをして取り付けられるようにしていきます。ここはそこまで精度がいる部分ではないので、スコープでだいたい合わせていきます。あとはタップを立ててフライス工程終わりとなります。はい、これでキャブの取り付けは問題ないですね。穴位置はぴったりくるね。では仕上げてきますか。
最後にキャップボルトを入れられることを確認して仕上げの完了です。今回は整備性を良くするためにキャップボルトで固定できるようにしたかったんですよね。とりあえず問題なく入るようなので OK ですね。はい、これでマニホールドインマニとりあえず完成です。よし、じゃあ付け替えてみますか。今つけようとしましたが、どこかで設計ミスしましたね。難しい。フレームこの辺に当たっちゃいますね。フレーム削っちゃうのも手ですけど、ちょっとめんどいですね。仕方ないから古い方のマニホールドを加工してつけるしかないか。こっちの方がかっこよかったんだけどな。新旧比べるとこんな感じですね。ここの角度が良くなってるんですね。こっちの方が全体的にカーブを良くしたんですが、それがあだになったみたいですね。全長が結構差が出ちゃいました。ただ同じに作ってた設計してたつもりだったので、どっかで間違えたんでしょうね。仕方ないからちょっとこっちの古い方を加工して使います。これはこれで鋳造の勉強にはなったのでよしとします。とりあえず古いマニホールドと新型キャブレターの段差があるので、その段差を解消するようにリューターで削っていきます。よいしょ。これでよいしょ、段差を解消できましたね。綺麗に通ってます。マニホールド使えないので、もうテンションだだ下がりです。苦労して鋳造したのに設計ミスってもう設計ミスしたやつを小1時間問い詰めたいですよ。最初は自宅でエンジン始動のテストをしたんですが、あまりにも音割れがひどくて使えなかったので、後日河川敷に行って取り直しました。あとよく白煙について指摘を受けるのですが、これはもうオイルリングを持たないピストンを使用している時点でどうにもならない部分ですね。あとバルブステムシールもかなり簡易的なものしかつけていないので、減ったオイルは継ぎ足せば大丈夫だと思います。
成ですね。まあでも最初のキャブよりやっぱ口径上げた分少しマシにはなってますね。悪くはないです。ピークで8000、9000までは回ってるんで、最初は5000、6000でしたからね、それに比べれば随分良くはなってるんですが、なんとも言えないとこですね。あと少しが来ない。キャブ調整でいきそうな気もするんで、とりあえずキャブの口径はこのままいきます。まあとりあえずキャブ変えてエンジンかかって前よりちょっと調子良くなってきたんで、今回はこれで終わりとなります。まあ新しいマニホールド使えなかったのは残念ですが、次は同調でマニホールド設計しようかなマニホールドばっか作ってる気がするな、ここのとこ。また次のエンジンの設計始めたいんですけどね、もう部品も買いつつあるんでそろそろ進めたいんですが、もうちょっとこれが蹴りがつくまではなんとかこいつで進んでいこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。